皆さんこんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日はとてもスペシャルなゲスト様をお迎えして、ビーガンと環境問題というテーマでインタビューを行っていきたいと思います。で、今日のスペシャルゲスト様は谷口隆久さんという方で、谷口さんはイギリスの大学を卒業されて、その後に貧困や飢餓問題に関心があって、で国連で働くことを目指して一旦は企業に就職したものの、起業という道を選んで、ドイツで起業をされて、で今は環境活動家として日本でツアー、グローバルにツアーを、されているという方です。で、私も最近谷口さんのことを知って、で YouTube で講演などを見させていただいてから、環境問題についてすごく分かりやすく解説されているだけではなくて、講演を見た後にすごくなんていうかホープ、希望を持てるポジティブな気持ちになれる内容だったので、今回ぜひいろいろお話をお伺いしていきたいなと思ってお招きしています。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、まず、自己紹介というか、そうですね、していただければと思うんですけど、ドイツで起業されて、それで、環境活動家として今活動されているということなんですけれども、そこまで至った経緯というか、そして今の、活動内容について教えていただければと思います。はい、こんにちは。谷口隆久です。もともと、今ご紹介いただいたみたいに、ドイツの企業の部分からお話しさせてもらうと、最初はプラスチックごみ問題にすごく関心があって、で、プラスチックが今、ペットボトルとかレジ袋とか、日本でも7月から有料化されていると思うんですけど、レジ袋は。レジ袋とかペットボトルのプラスチックゴミは 30% は自然界に流れててしまっているというふうに言われていて、それを魚が食べて、その魚がそれでお腹がいっぱいになって死んでしまったりとか、あとクジラだったりとかっていうことが世界中で起きていて、その、海の生き物だけの問題ではなくて、そういうふうに海の上を漂っているレジ袋とかのゴミが太陽に当たって劣化してマイクロプラスチックって言われるような細かいプラスチックになって、それを魚が食べて、その魚を僕らが食べるっていう形で今僕らの体に帰ってきてます。実際に東京湾で取られたイワシからも8割以上からプラスチックが検出されていて、なんで今僕たち人間は1人当たり毎週クレジットカード1枚分 5g のプラスチックを毎週食べ続けてますっていうことが2019年にロイターっていう世界的な新聞社によって発表されたんですけど、この食べるとどうなるかというと、女性は乳がんになる確率がすごく上がるっていうふうに言われていて、実際に日本が発表しているデータでこの3、40年の間に乳がんで亡くなる女性の数が1年あたり3倍から4倍ぐらいに増えてます。で、実際、乳がんっていうのは他のがんとは違って若くてもかかるがんなので、今この国で30代と40代の女性が亡くなっている原因の1位は乳がんです。自分の大事な人が乳がんになってからでは手遅れなんで、このプラスチック問題に何かしたいなと思って、今ドイツとかイギリスとかヨーロッパの国々はもうプラスチックやめましょうっていうので、コンビニで売っているような歯ブラシも竹でできてたりとか、あとはボトルを使わなくていいように固形で無添加のシャンプーであったりとか、そういった製品がたくさんあるので、そういうのを日本にどんどん持ってくるっていう会社をドイツで立ち上げてやってたんですけれども、やってた中で去年の7月ですかね、7月の23日に BBC っていうブリティッシュブロードキャスト、イギリスの英国放送協会、日本でいうと NHK みたいなところが、この気候変動とか地球温暖化って言われている問題から人類が生存可能なレベルに抑えれるかどうかは、この18ヶ月、あと1年半の僕たち一人一人の行動と選択にかかっていますってことを報道して、これが世界中ですごくショッキングなニュースとして大きく報道されて、で実際に、ドイツでもその報道がなされてから、もともとそれ以前にもあったんですけれども、その報道がなされてから一気にその中学校とか高校とか小学校の学校っていうのを全部サボってストライキして、街中で本当にそろそろ無関心をやめてくださいって大人の人に
訴えかける子どもを見るようになったりとか、一気に気候変動関連の報道もともと多かったんですけど、一気にまた増えたように見えて、でそういう中で気候変動の報道がすごく、なされる中で、本当にそろそろこの星まずいですっていう報道がどんどん流れる中で、子どもがすごくうつ病というか、うつのような症状になるような子どももどんどん増えて、気候変動の恐怖から子どもがうつにならないためにみたいの手引きみたいな、新聞の一面記事みたいなのがどんどん出るようになって、であとはもう本当に石炭が原因の、主因というか大きな一部を占めるので、なんで石炭採掘現場に子どもたちがなだれ込んで、実際にこうすごい大きいクレーンとかで石炭とかを採掘してるんですけど、そのクレーンにも体当たりでそのクレーンを止めようとして、怪我人がたくさん出たりとか、逮捕者が出たりとかで、石炭企業にお金を融資しているような銀行の銀行員が街中で追いかけられたりとか、あとは、実際に石炭企業そのものの社員も街中で追いかけられたりとかっていうようなことが多発していて、そういう状況なのに日本では全くこのことについて報道がされていなくて、そうですね、良くも悪くもというか、すごく平和な状態に見えるんですけど、ドイツではそういうことが起きていて、これが本当に同じ星の上で起きてることなんかっていうぐらいすごくショックを受けて、でそれにすごくその情報の格差にも愕然としましたし、大人と子どもだ基本的に前線で大人からもすごく攻撃を受けたりしながら、あとは自分の将来もリスクに背負いながら、リスクにかけながら戦っているのは基本的に子どもで、その子どもと大人の行動の差にもすごく、ショックを受けましたし、何よりそれまで自分がこの問題にそこまでまずいってことは知らなかったんですけど、ずっと基本的に知っていたこの問題、容認してきた問題、自分が今まで何してたんやろってことにもすごくショックを受けましたし、そこから、自分に何ができるやろっていう考えた時に、まずメディアが日本では報道しないからみんな知らないんだみたいなことをメディアを進めても何にも変わらないので、メディアが報道しないんだったらもう自分がメディアになるしかないと思って、もうこのプラスチックフリーの会社とかをやってる場合じゃないと思って、その会社を無理やり潰して、でまずは、知っていただこうと思ってお話をして回らせていただきたいですということをどんどんオンラインとかで発信した結果、世界中で招待いただけるようになって、今は毎日お休みなしでどこかでお話をさせてもらっているっていうような状態です。環境問題といってもいろんな問題があると思うんですね。水質汚染だったりとか、大気汚染だったりとか、どういうところが待ったなしな状況なのかっていうのをできればお話ししていただきたいんですけれども。気候変動が今原因で起きているって言われている異常事態はいつも僕の講演会の中では5つ説明させてもらってて、1個目が干ばつ。干ばつって日本ではあんまり聞き慣れないんですけど、気候変動、地球温暖化って言われる、問題ですごく気温が上昇した時に大地、地面とかに含まれているような水分が蒸発して大地がカラッカラに乾いて、それでひび割れて何も作物が育たなくなるような状態を干ばつっていて、それによる水不足であったりとか食料不足になる人がすごく今急増をしています。あとは生態系が大きく変化していて、バッタが大量発生しています。砂漠飛びバッタって言われる種類のバッタが今大量発生していて、これは1匹あたり大きいもので18センチ、近くのものも存在するようなすごく大きいバッタなんですけど、これが今大量に発生しています。もともとこのバッタはアフリカ大陸の東の方でしか生息しないようなバッタだったんですけれども、これが今大量発生して20カ国以上に広がっています。で、このバッタすごく作物を食べます。自分の体と同じぐらいの大きさ、量の作物を毎日食べるって言われていて、なんでこのバッタが今米とか麦とかトマトとかっていう作物を世界中ですごく、壊滅させて回っていて、もともとこれが発生していたアフリカ大陸の東のケニアっていう国では一つの国だけでこれがもう2000億匹にまで増えて、1億人分ぐらいの食料が壊滅させられたというふうに発表されています。これが今世界中の農作物を壊滅させて回っているので、このままいくと地球上で食べ物って全部つながっているので、人類が食糧危機に陥るっていうので、国連が人道的危機っていう非常事態宣言を発令しました。でこのバッタの大量発生も
地球温暖化が原因っていうふうに国連が発表していて、今地球温暖化で海がすごく熱くなってます。広島に落とされた原子力爆弾、あの原爆を1秒間に5個海に突っ込み続けるぐらいのスピードで海が熱くなってます。海が熱くなると水蒸気の量が増えて豪雨洪水ってものがとか台風ってものが起きやすくなるというふうに言われています。なんで先ほどお話ししたアフリカ大陸の東の方、もともとのこのバッタの生息地で降った雨の量は今例年の400%、去年の10月から12月にかけてその場所で例年の400%っていう異常な量の雨が降って、それで水たまりみたいなものが大量発生して、そういったところに卵を植え付ける種類なので、これが今大量発生しています。これが2つ目の生態系の変化で、3つ目は火災。オーストラリアの森林火災っていうのは基本的に日本でも去年の暮れぐらいに有名だったと思うんで、説明不要だと思うんですけど、どちらかというと説明したいのは原因の方で、日本の教育とか報道って何がっていうことは教えてくれても Why の方なんでっていうことはあんまり教えてくれへん気がしてるんですけど、基本的に僕の講演の中でもオーストラリアの森林火災知ってますっていうと基本的に全員知ってるんですけど、なんで起きてたか知ってますって聞くと基本的に知ってる人いないんですね。2000以上お家が燃えて30億の動物が焼けて死んでしまって人もたくさん焼けて亡くなっているような火災の原因を知らないっていう、あれなんで起きたかというと、一番大きなものはオーストラリアで有名なコアラっていう動物が捕まっているユーカリって木は、樹脂油をたくさん含んだ木なので、乾燥が進んだ状態だと気温が40度を超えただけで自然発火するっていうふうに言われてます。で最初にお話しした干ばつっていうのがオーストラリアでもすごく広がって乾燥が進んでいるところに40度超えの日々が続いたので、ああいった火災になってます。あと他に、こういう樹脂を多く含む木はユーカリだけではないので、アメリカとかロシアとか、フランスとかポルトガルっていったところでも今この森林火災が起きてます。じゃあ今カリフォルニアで起こっている火災もそういう原因なんでしょうか？はい、そうですね。基本的にはその乾燥が進んだ状態で気温が高い状態が続いたっていうのが一番大きな原因というふうに言われています。もともとこう乾燥地域ではあるけれども、さらにその地球温暖化で気温が上がって森林火災が起きやすい状況になっているっていうことなんでしょうか？はい、おっしゃる通りです。カリフォルニアの州知事も気候変動がいまだに起きてないっていうような人間がいたら今すぐカリフォルニアに来いっていうふうな声明を発表してます。そういった自然発火の火災とは違ってアマゾンの森林火災みたいなものも、去年の夏ぐらいですかね、日本でもローラさんとか有名な人が発信してちょっと有名になったと思うんですけど、あっちはこういったオーストラリアとかカリフォルニアの主に自然発火なものとは違って、あちらは人が火をつけてるっていうふうに言われています。ガソリンとかを飛行機みたいなもので上から、ああいったジャングルみたいなところの上からぶちまけて人が火をつけてるって言われてます。アマゾンみたいな原生林、原住民がまだ住んでいたりとか自然がまだ残っているようなああいった原生林に人が火をつける一番大きな原因は僕たちの日々の選択っていうものとすごく深いつながりがあって、今日のテーマともつながってくると思うんですけれども、僕らが日々口にするお肉、特に牛肉のために人が火をつけているというふうに言われています。牛って、めちゃくちゃご飯を食べます。今世界で先ほどの飢餓とか貧困問題の話にもなるんですけど、子供も含めて8億人以上ご飯が食べれない人がいる中で、牛が食べているご飯の量は人間400億人以上が食べていけるような量を毎日餌として食べてます。国とか餌にもよるんですけれども、日本の発表だと、牛肉 1kg を生産するのに必要なトウモロコシの量は11倍で 11kg っていうふうに言われているので、牛肉っていう形ではなくてトウモロコシのまま食べたら11倍の人が食べれるようになるんですけれども、で今ご存知だったらあれなんですけど、哺乳類っていろいろいるじゃないですか。犬とか猫とかネズミとかキリンとかゾウとかライオンとかクジラとかイルカとかで、人間も猿もそうですし、今地球上に哺乳類って6500種類いるって言われてるんですけど、じゃあその6500種類もいる哺乳類のうち人間と畜産の動物だけで何%ぐらいだと思います？ 60% ぐらい。なるほど。今
96%です。おお、96%。その全部いる哺乳類の、地球上にいる哺乳類の中のはい。96%が人と家畜。そうです。うーん。野生動物はもう4%しか残ってないです。たで、だ、牛は、はい。そのうち人は何パーセントぐらいなんですか？人が36なので、家畜がうん。60です。そういった風に、もう牛が悪いとか、牛が悪いものとか、畜産農家さんが悪いものとかじゃなくて、僕ら人うん。間が増やしすぎたんですね。うん。うあれやっぱり命ん。なんで、100g100 円の牛肉がどこのスーパー行ってもずらっと絶対に並んでるっていう状態がやっぱ異常なんですよね。はい。うん。そういうふうに増やしすぎた牛に与えるための餌となるトウモロコシとか大豆をうん。育てるための場所がもう地球上に物理的に足りなくなってしまっうん。たのうで、ん。ああいった原住民が住んでいたりとか、そういうもともと自然が残っているようなああいった原生林に、ガソリンをかけて焼き払って、うん。で焼き払った場所でそういった大豆とかトウモロコシを育てないと、僕らが 100g100 円とかのお肉を食べるっていうことが続けれなくなってしまったので、うん。ああいっうん。た火災になってしまっているっていうふうに言われています。はい。これが3つ目の火災で、4つ目は、台風、豪雨、洪水ですね。はい。先ほどお話ししたみたいに、海が今急激に暑くなっているので、台風、豪雨、洪水っていうものが多発しています。1月にはオーストラリアで100年に一度って言われる豪雨洪水が起きましたし、2月にはブラジルで子供が立てなくなるような高さ、水位が上がるような豪雨洪水が起きて、う50名近くのん。方が命を落としました。うん。で、ドイツとかイギリスも今年の2月に豪雨洪水でどんどん街中の家が倒壊していっていて、同じ2月にスペインでは超大型の波を伴う嵐が起きていて、すごい高さの波だったんですけれどうも、そのん。波の高さがちょうど15メートル。はい。で、5階建てマンションぐらいの高さなんですけれども、はい。この15メートルっていう高さは、ちょうど4日前ぐらいに僕、福島公園で、福島の、見ておきたかったので、原発事故現場を見学しに行ったんですけれども、はい。ちょうど福島第一原発を襲った津波うの高さん。が15メートル、ちょううど同じ高さです。ん。ああいった高さの波が地震を伴わなくても来るようになってます。うん。で、もう豪雨洪水、本当に大量に発生しているので全部は説明しないんですけれども、中国でも6月に集中豪雨、家の中でも1メートル以上浸水するような集中豪雨が1ヶ月で9回、うなんで3ん。日に1回っていうペースで起きて、7月には、ご存知の通り、熊本県を中心に九州を豪雨洪水が襲って、病院とか老人ホームというものが丸々水没して、70名の方が命を落として、はい。135万人以上の人が住んでた場所に住めなくなって、避難をしているような状態です。はい。で、3週間前にはちょうどスーダンという国を豪雨と洪水が襲って、町が丸々1個沈んでいるような状態です。うん。これが4つ目の台風豪雨洪水です。で、最後、氷が溶ける。はい。ドイツ行かれたことあります？ドイツないんですよ。行ってみたいんですけど。はい。ドイツって寒い国と暑い国どっちだと思います？うん、寒いイメージはありますね。どちらかというね、と。ドイツごっつい寒い国で、夏も暑くならないので、クーラーってないんですね。あ、そうなんですね。へえ。必要なんか、イギリスもそうなんですけど、クーラーってないです。必要ないので。うん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 。でも去年の2019年の7月は人類の歴史上最も暑い月だったっていう風に公式記録されて、うそんん。なクーラーがなかったようなドイツの気温は、42.6度。へえ。すごい。で、隣に行ってフランスっていう国うは、ん。ここもクーラーないようなところなんですけど、この国は去年の7月は気温が46度うーん。まで上昇しました。はい。で、人体がどれぐらいの気温にまで耐えれるかというと、39度を超えたら心臓発作のリスクがあって、うん。40度を超えると大脳が危険な状態になって、41度を超えたら生命の存続が難しいっていうふうに言われています。うん。うん。うん。なんで熱波によってヨーロッパで人が7万人以上死亡しました。はい。で、3月と4月に日本でもコロナで学校が閉鎖されてたと思うんですけど、ヨーロッパではもう去年の3月、夏から学校を閉鎖してました。これはもちろんコロナではなくて、子供が数学のために家から外に出るとうん。命の危険に関わるあ気温だったのであ。学校を閉鎖しました。うー暑すん。ぎやすいっうん。うん。うていう。ん。で、気温が上がると
金属っていうものは膨張するので、はい。電車のレールが膨張して電車が脱線しました。うーん。これはまずいってなってドイツ全土で電車も止められてました。これへが日本で全然報道されなかったですけど、去年の夏ヨーロッパでは起きていたことで、41度を超える日が1週間以上続いて、クーラーがないと寝れないです。うーん。うん。扇風機つければって言われるんですけど、サウナで仰いだら余計暑いのそうですで、よね。扇うん風機っていうのは気温が体温を超えたら逆効果です。うん。うんうんそういった不眠によるストレスうん。などによるそういった精神病にかかる人も急増しています。うーん。なるで、ほど。今年はさらに去年を上回るような暑い日が続いていて、歴史上一番暑い年になる可能性が高いって言われているんですけど、うん。日本でも先月ですね、8月の17日に静岡県で日本歴代最高気温となる 41.1 度っていうのを記録したんですけど、うん。同じ日のさっきお話しした森林火災が起きているカリフォルニア、今年の8月17日のカリフォルニア州の気温は、54.4度。そんなに上がってるんですか？へはい、え。もう砂漠もそれぐらい上がるかどうかっていうぐらい上がってますね。そうしたら。信頼できるデータの中では地球上で観測された中で最高気温うん。で、9月に入ってからもカリフォルニア州は暑い日が続いてて、9月6日の時点でまだロサンゼルスが49.4度。へえ。そんなに暑いんすごく、ですね。はい、すごい暑いので、うん。全然クーラー効かないので、みんながクーラーをガンガンにかけた結果、うん。電気のうん。供給量が足りなくなっうて停ん。電が起きました。へえ。こんだけ暑くて家にいてクーラーつけれないとまずいので、みんなでうん。ビーチに避難をしている状態で、うん。こういった異常な高気温が続いたので、ああいった森林火災うん。になっているというふうに言われています。うん。うん。南極って気温どれぐらいと思います？氷ばっかりだから氷点下10度とかでしょうか？南極の気温は今年の2月にプラスの20度を上回りました。ええ。あったかい。はい、T シャツでいけるって言ってます、南極にいる人が。うーで、ん。南極の気温がこういうの20度を超えたのももちろん初めてのことで、うん。氷点下を超えているので、今おっしゃった通り、南極の島でたった9日間で4分の1の氷とか雪が海に溶けて海に流れてて、うーこれが今ん。海面上昇、海の高さをどんはい。どん上げるっていうことを起こしているんですけれども、もしじゃあ南極の雪とか氷が全部溶けた場合で海に流れてた場合、海面ってどれぐらい上がると思います？5メートルぐらい。60メートル上がると思います。60メートル。そうなんだ。ほぼ沈みます。まあ、大雨があってその海はい、面上昇もあって両方が重なってで高波になるっていう、はい、おっしゃる通りです。そう言われていうん、ます。気候変動っていうふうに考えると、まあ、地球温暖化っていう方が私たちこう聞き慣れてる言葉じゃないですか。だからはい、こう気温がとりあえず上がるものだっていうイメージがあると思うんですけど、それだけではなくてその世界的に見ると例えばすごいこう砂漠化しているとか干ばつがさっきおっしゃっていただいたようにひどくなっているところもあれば、逆にもう大雨とか高波とか水の災害がはい、すごくなっているところもあったり、まあ、全体的にその地球のバランスが崩れていってしまう。で冬になるとまた今度すごい寒い地域とかも出てくるんですよね。おっしゃる通りですね。そういった全体を平均すると地うん球の温度は上がっていってるのうで、んうん温暖化って言っても違和感はないんですけど、やっぱり今おっしゃったような理由で僕は気候変動という方がすごくしっくりきて、で、暑くなるところと寒くなるところが出て、この差が極端になっていくような形になっていて、うなんでん逆にヨーロッパなんかは今は温暖してるんですけど、このまま気候変動が進むとヨーロッパは寒冷化、北極の氷とかが溶けることによって海流が変わって、もとうんもとヨーロッパの、気候っていうのはメキシコ、ヨーロッパのこっち側にあるアメリカで、南アメリカの間にあるメキシコ湾の暖流、暖はいかい空気が流れてくることによって、温められた部分があるので、北極の氷が溶けるとこの海流が変わってヨーロッうんパなんかは逆に寒冷化、うん寒くなっていくっていうふうに言われているので、うんなんで気候変動っていう呼び方の方が僕うん。もしっくりきています。
ただそうなると冬は寒いけど夏はすごい暑いっていう感じになるんですかね。それとも夏もだんだん寒くなってくる。どちらかというと場所によってヨーロッパは冬はもっと寒くなって夏も、今よりも涼しくなって、でも日本みたいに温暖化していくような場所は、日本よりももっと上の方がロシアとかの方が温暖化が強いですけれども、場所は冬は暖冬になって夏はもっと暑くなるっていう。なのでどちらかといえば季節の差が激しくなるんではなくて、場所とか国ごとに、その差が出てくるっていう方が、どちらかというと的確ですね。なのでそう考えると、今年はすごいその記録的な熱波だったりとか温度がどんどん上昇していってるっていうところがありながら、これからは寒冷化していくかもしれないっていう、その気候の変動のなんていうか激しさというかボラティリティもこれから上がってくるっていうことなんでしょうか。そうですね、はい、極端になっていくようなイメージですね、気温に関しても、その異常気象とか異常事態に関しても。で、これやっぱ難しい部分が、予測ができないんですよね。何が起きるかっていうことが。もちろんその温度がどれぐらい何年で上がるかとか、二酸化炭素がこれぐらい出ると、温度がこれぐらい上がりますっていうようなモデルはあるんですけれども、じゃあ、オーストラリアの森林火災、去年起こったものとか、今年カリフォルニアで起こった森林火災を予測できた人がいるかというと、基本的に聞いてないですよね、誰も。オーストラリアこのまま行くと、すごい火災が起きますとか、カリフォルニアですごい火災が起きますとか、カリフォルニアが 54.4 度になりますとか、それを予測できた人っていないに近いんですよ。なんで、今まで安定した気候の中で、奇跡的に安定していた気候の中で、ある程度どんなことが起きてどうなってきたかっていうのは、僕ら経験があるんで、ずっと、同じことを続けれてたんですけれども、今みたいに急激に地球の温度が上がっている中で、どういうことが起きるかっていうのは予測できないんですけれども、事実としてああいったことが起きているっていうことが一つ大きな怖さとして言えるのかなと思います。なるほど。ちょっと一歩下がってその、気候変動、地球温暖化の話をずっとしてきたんですけれども、そもそもなぜその気温が上昇するのかで、例えば私たちが排出するガスっていう二酸化炭素が主かなっていうふうに多分皆さん思ってると思うんですけど、温室ガスとその地球の温暖化の関係性っていうのをもし解説していただければと思うんですけど。なんか地球温暖化の影響というかによってすごく CO2 が悪者みたいになってるんですけど、火星に行くプロジェクトってあるじゃないですか。でも水星に行くプロジェクトってないじゃないですか。そうですね、確かに。あれなぜかというと、もちろん水星は太陽に一番銀河系で近い星なので暑すぎるっていう話はあるんですけれども、でも逆に水星って、むちゃくちゃ暑いイメージあるんですけど、確かに昼間は鉄が溶けるぐらいの気温になるんですけど、夜は逆に、気体が凍るぐらいの寒さになるんですね。これなぜかというと大気がないんです。大気がない。で地球っていう星には大気があるじゃないですか。この大気が一度太陽光によって、温められた温度を夜の間も逃がさないでいてくれるので、そもそもこういうふうに生命が繁栄できているような、星で入れてるんですね。地球に跳ね返って、宇宙空間に出ていく方の太陽光の周波数をキャッチするのが、温室効果ガスって言われている CO2 だったりするっていうふうに言われてます。なんでもともとはこの CO2 っていうものがあるおかげで僕たちこの、地球上に生まれてくることができて、なんでこの恩恵を受けているんですけれども、今お話しした理由で、この一度入ってきた、平たく言うと熱を宇宙空間に逃すのをキャッチするっていう役割のおかげで命が繁栄してきたんですけど、これの濃度が異常に高くなっていくと、熱をキャッチしすぎてどんどん地球が温まってしまうっていうのが、温暖化の仕組みっていうふうに言われています。だから地球の周りをこ
二酸化炭素であったりとか、温室ガスって呼ばれるものは二酸化炭素だけじゃなくて他にもいろいろあるんですよね。いくつかガスがあって、それがこう地球の周りを囲っていて、まるで温室のようにして温室効果のようなことが生まれているから温室ガスっていうふうに言われていると私は理解してるんですけど、なのでその二酸化炭素が、その本来は地球を温めてくれていた存在だったのが、増えすぎて熱をこもらせてしまっている。でその日本であまりこう報道されていないその環境問題の、中のテーマの一つとして、今日ちょっとお話をお伺いしたかった、肉食じゃないお肉を食べることと、環境問題っていうところで、環境問題で5つ最初に挙げていただいた中で、そのアマゾンの森林を、どんどん焼き払っている人たちがいるっていうことであったりとかで、そういうところで、どういうふうにそこと、畜産業を悪いもの扱いしたいわけじゃないんですけど、その畜産業と、環境問題の関係性っていうのをちょっとお話しいただければと思うんですけれども。先ほどお話ししたような地球の肺って言われているような森林の火災というか、はい、を焼き払うっていうのに一役買っているというか、それの主因が、畜産っていうのはありますし、そもそもその畜産動物、牛とかのゲップとかおならっていうのが、メタンガスって言われる気体を排出していて、このメタンガスっていうのは先ほどお話しいただいたみたいに温室効果ガスっていうのは CO2 だけではなくて CO2 が今だいたい 70% 強って言われていて、温室効果ガスの5分の1弱 19% 強を占めるのはメタンガスって言われていて、はい、割合で言うと CO2 の方が大きいんですけれども、このメタンガスっていうものは CO2 に比べて25倍前後地球の温度を温める効果がもっと高いっていうふうに言われています。これを、家畜動物がゲップとかおならで排出して、だいたい今大気中に存在するメタンガスの、ほとんどはそういった家畜動物から出ているというふうに言われています。これも一つ大きな地球温暖化の原因になっているというふうに言われています。はい、去年ちょうど1年ぐらい前にビーガンと環境問題についてみたいな動画を作って、その時にちょっと調べた、データによると、ざっくり牛のゲップだけでそのグローバルな世界的な、温室効果ガスの排出量の 6% ぐらいを占めてるっていう計算になって、で畜産業とか森林開拓は 25% ぐらいで、輸送とかその車とかそういうものは 15% とかなので、その畜産業であったりとか畜産業をするための森林開拓っていうのを合わせると、私たちがこう普段じゃあエコにしようって思った時に、じゃあ車じゃなくてバスに乗りましょうとか電車に乗りましょうとか、なるべくこう車を乗らないようにするとか、あと電気自動車ハイブリッドに変えるとか、もちろんそれもすごく重要なんですけど、その効果よりももっと大きな効果が実はあるかもしれないっていう。何が何%かっていうのはすごく、いろんな切り口によって、数字が変わってきたりするので、この研究では何%でこの研究では何%っていうことがざらに起こっているんですけれども、例えば BBC が今年に報道したところによると、地球温暖化を止めるために個人ができることで効果が大きいものベスト10ですかねを発表したんですけれども、そこはやっぱり、ビーガンになるっていうことも、そのランキングにはもちろん入ってくるんですけども、1位はダントツで、車をやめることが発表されています。なんですけど、実際にガーディアンっていうイギリスですごく一番信頼性が高いと言われている新聞社は、一昨年でしたかねに、個人ができる環境問題解決への一番効果的なことはお肉と乳製品をやめることっていう風な発表も出ているので、非常に大きなインパクトを持っているのは確かです。環境問題とここは、気候変動を多分ちょっと切り分けて考えなきゃいけないというか、
うん気候変動 CO2 だけの話で言うとやっぱり車をやめることが一番効果的だっていう風な説が多く見られます。ただ環境問題っていう話になると、これは気候変動だけじゃないので、もちろん気候変動も環境問題の一部ですし、はい他に先ほど最初におっしゃっていただいたみたいな水質汚染とかはい大気汚染っていったものも、これは約半分が畜産によって起きているので、そういったこともまるっと、もちろん車による排気ガスの大気汚染とかもあるんですけれども、そういったものを全てひっくるめて、解決に向かう分、環境問題に解決のために個人ができる一番効果的なことは、肉と乳製品をやめることっていう風な記事は出ています。先ほどお話しいただいていた中で森林の伐採と森林のこう焼き払われることっていうのがあったと思うんですけど、それをこう畜産業の中で考えると牛の放牧地を作るためであったりとか、あと牛が作る飼料を生産するためにそういうことがアマゾンで行われているっていうことなんですけれども、その森林を伐採するともちろんその二酸化炭素を吸って酸素にしてくれる木がその分減るっていうことで、その二酸化炭素のなんていうか量が減らないっていうのはこう想像できるというかイメージできるんですけど、その他にも木が燃えることによってその燃えることで二酸化炭素の量が増えるっていう現象があると思うんですけど、今おっしゃっていただいたみたいに、植物が確かに空気中の CO2 を吸うっていうのは事実なんですけれども、学校でも習うことで、これ吸ったものを何か別のものに変えたりとかっていうことをしているわけじゃなくて、吸ったものをそういった、植物とかは自分の中に溜め込んでいくので、燃えると先ほどおっしゃったみたいに排出されます。例えば去年オーストラリアで起こった大規模な森林火災によって排出されたCO2 の量っていうのは、これは日本っていう国が1年間かけて、日本って世界でも有数の CO2 をたくさん排出している国なんですけれども、日本が1年間に排出している全部の CO2 を合わせたよりも、去年のオーストラリアの森林火災によって排出された CO2 っていうのは大きいっていうふうに言われています。で森林に関して言うと、ちょっとビーガンからは脱線しちゃうんですけど、アマゾンの森林と世界的に見た時に、じゃあ森林ってどこにあるんだろうって考えると、アマゾンとあとスマトラ、インドネシアとか東南アジアのスマトラにも森林があると思うんですけど、そちらの方もかなり燃やされていて、ただそっちの方は、牛の放牧とか、畜産業というよりかは、パームオイル、パームヤシの、育てる土地を切り開くために、開拓するために焼き払われてるっていうふうに理解しているんですけど、でそのパームヤシを原料としたパームオイルっていうものは、私たちがこう生活している中で実はいろんなものに使われているんですよね。洗剤だったりとか、あと食べ物とかにも、よくこう裏を見てみるとパームオイルって書いてあるものがすごくたくさんあるので、そういった意味でなんていうか地球環境問題とか気候変動とかそういうことを考えた時に、もちろんビーガンになるっていう選択肢も一つあるんですけど、その先ほどおっしゃってたみたいに車を乗らないようにするっていうのももちろんあるし、あとそういうパームオイルみたいなものが使われている製品をなるべく買わないようにする、もう少し自分が何を普段使っているかっていうのをこうしっかり把握して、でなるべく環境に負担をかけないような製品だったり商品だったりを選ぶっていうことも重要かなと思ったりするんですが、熱帯雨林、世界三大熱帯雨林、今おっしゃったみたいにアマゾンと、あとインドネシアのところにある、ところと、あとはアフリカ大陸の中部ぐらいにあるんですけれども、今おっしゃったみたいにインドネシアにあるものに関しては、パーマオイル、ヤシ油っていうものがその森林火災の原因の主因になっているっていうふうに言われています。で今おっしゃったみたいに食べ物のところでもちろん洗剤にも入っていますし、あとは化粧品とかにもたくさん入っていますし、で食べ物でいうと、カップラーメンであったりとか、あとはカレーのルーであったりとか、
でチョコレートなんかにも使われていますし、うん本当にあらゆるものに使われていて、実際にやっぱり添加物の話も含めて、で環境の話も含めて、やっぱりこう、表のパッケージに騙されずに裏の原材料っていうところを見て、何が使われていて、それはどういう環境、負荷を環境に与えるかっていうのを見るのはすごく大事で、おっしゃる通りなんですけれども、一個気をつけなきゃいけないのは、表示法の問題で、パームオイルって植物性油脂って書いてもいいんですよね。だからパームオイルとかヤシ油っていう字が見当たらないから安心ではなくて、植物性油脂ってしかも書かれている場合の方が僕の知っている限り多いです。パームオイルっていうふうに逆に書かないところが多いです。なんで逆に植物性油脂ってじゃあ他の例えば菜種油とかも植物性油脂って言えなくないんですけれども、パームオイルに比べたらそういったマシなオイル、エゴマオイルとかっていうのは逆にいいものとして、いいものって環境ではなくて体にもいいものとかとして知られていたりするので、そういったオイルとかの場合はわざわざ逆に無理になるのでエゴマ油オイルと、エゴマ油とかっていうふうに書くので、植物性油脂って書かれている場合はパームオイルの場合が多いということを知ってた方がいいと思いますし、やっぱり究極のものに関してはもちろんこれも市民が動かしたものではあるんですけど、ドイツなんかはそういったパームオイルが環境に負荷を与えるものっていうことを市民が理解した上でもう不買運動っていうのが起きたので、ドイツはもう後から政府がついてきてパームオイルが含まれている製品に関しては一切輸入を禁止してます。食べ物に関して言うと結構その表示を見るとか、ビーガンの方だったらよくやると思うんですけど、でもその健康のためにとかヘルシー志向でそういう、添加物無添加のものがいいわよねとかオーガニックなものがいいわよねとか、そういう見方ではなくて環境の視点からその環境に与える影響インパクトっていう視点からもその自分が消費する普段するものを見てみるのもいいのかなと思ったりします。なんかビーガンとかというか食べ物を見直す人って大体僕3つに分かれるなと思ってて、動物福祉、環境、健康ですよね。やっぱりこれを全部満たせるようなものばっかり食べてると理想ではあるんですけど、あんまり考えすぎるとすごく大変になってくることは、もちろん個人として好きでやってる方のことを否定するわけではなくて、ただそれを考えてしんどくなってしまうぐらいだったら、人にとって一番悪いのは間違いなくストレスなので、なんでやっぱそこどこにじゃあ自分が一番軸を置きたいかっていうのは自分で持っておいた方がいいのかなと思います。僕の場合は、例えば環境に軸を置いている人なので、お肉は一切食べないんですけど、僕は魚介類は食べるんですね。魚介類っていうのは養殖はともかく天然の魚っていうのは実はお米とかよりも環境負荷は低いというか、環境負荷というか CO2 の排出量は低いというふうに言われています。であったりとか、あとはビーガンの方ですごくたまに思うのは、これも人にもよるんですけど、ビーガンチーズとか、ああいう模造品というかそういう何か、動物性で存在するものを模したものって、すごく添加物すごい場合が多いですよね、その味に見せるために。なのでこの健康の面から見ると、ちょっとっていうところはありますし、本当にその健康なのか動物福祉なのか環境なのか全部を打ち取れたらすごく、ありがたいんですけれども、その中で自分が軸に置いてて、自分が時と場合によってはどこを妥協するのかっていうのを持っとかないと、選択が逆にしんどくなるようなパターンもあるかなっていうふうに最近すごく思ってます。だから完璧を求めるのではなくて、自分が一番どこに重きを置いているかっていうのを考えて、で自分のできるところからしてみればいいのかなっていうのも思うんですけど、畜産業に関してもそうだし、パームオイルとかにも関してもそうだし、私たちがその追求しているライフスタイル、その安い例えば 100g100 円のお肉がいつでも手に入れる状態にしておきたいだったりとか、1個100円のお菓子をいつでもコンビニとかに行って食べられる状態にしておきたいだったりとか、やっぱそういうことがその原料だけじゃなくて、お肉だったりパームオイルっていう原料だけではなくて、その安く早くっていうのを追求する中で、ちゃんとその輸送を早くスピーディーにしなきゃいけないから、それだけたくさんのトラックを使って輸送していたりとか、あと
なんか私たちがヘルシーになりたいヘルシーになりたいって言いながらすごい遠いところから私も食べてるからあんまり言えないんですけど、チアシードとか輸入したりとかして、ただなんかスーパーフードと呼ばれるものでも日本で育たないものをそんなわざわざ地球の反対側から輸送してきて、でそのカーボンフットプリントというか、どれぐらいそれをこう私たちの手元に届けるために、地球の環境が、なんていうか汚されているかっていう問題もやっぱり考えなきゃいけないと思うので、なんていうかライフスタイル全体的に見て、私たちがもう少しだけその早く安くいつでもたくさんっていうのを少しだけなんていうか一歩下がって我慢するっていう言い方は良くないのかな。なんか見直してみるだけですごくできることって実はいっぱいあるような気がするんですけど。そういう話になった時に僕がいつもお話ししてるのは、投票に行こうなんですよね。やっぱり大量生産大量消費使い捨ての世の中になってしまっていて、でよくね、ヨーロッパの国はなんでそんなに環境意識が高いのに、日本の国は低いんですかみたいなご質問をいただくことってすごく多くて、これ僕の持論なんですけど、この国って優先順位の1位が金なんですよね。日本が。でヨーロッパはそうじゃないなと思ってて、例えば僕は大阪出身で、よく部屋の電気とかつけ忘れてたんですよ。消し忘れてたんですよ。そういう時にお母さんが何て言うかというと、あんた電気代もったいないよって怒るんですよね。でもイギリスに大学から留学してホームステイをしていて、同じことをしてしまった時にイギリスのお母さんに何て怒られたかというと、環境に悪いやろって怒られるんですね。他のところで言うとバスタオルも1週間に1回しか洗わないですし、これもお金をケチってるわけではなくて、そんだけ水を使うことが環境に悪いであったりとか、シャンプーも2日に1回しかしなかったりとか、これも環境のことを配慮してですし、であとは、例えばデニム、今って服ってすごく安い服も出てきてるじゃないですか。例えば4000円のジーパンを買ったとして、チャックが潰れるじゃないですか。潰れたチャックって直すのに4000円とかかかったりするんですね。でこういう時にお金を優先すると、やったらもう新しいの買った方がってなるのがこれお金優先で、でもイギリスで同じようなことが起きてるのを見た時に、その人はチャックを直すんですね。なぜならそのデニムで新しいデニムを買うことで、デニムに使われているコットンとかはすごく水を使いますし、でコットンというのは農薬使用量が、2番目に多い作物で、コットンに使われているような農薬であったりとかっていうのは、さらに先お話したメタンガスよりもさらに強力な二酸化炭素の300倍地球の効果を、地球の温度を高くする効果がある温室効果ガスを排出したりするので、なんでそういうことを理解した上で、お金を中心に考えて新しいデニム買った方がいいんですけど、そういう新しいデニムっていう資源を使うっていうことを悪というかやりたくないなっていうので、チャックの方を直すんですね。こういう優先順位の違いがあるんだろうなと思ってて、じゃあこの優先順位ってなんでできたのかというと、日本の人が金の亡者なのではなくて、僕が思うのは、この国って今お金ないと生きていけないんですよね。特にコロナになってから、例えば前報道された内容とかで言うと、普通に月に27万円のお給料をいただいてホテルで働いてた人がコロナでホテルの仕事がなくなってホームレスになって、クビになってから 2,3 ヶ月後にはもう新宿駅の前で寝てたとか、それぐらい国の保障が薄いんですよね。でヨーロッパとかっていうのはすごく国の保障がご存知の通り手厚いので、なんでもちろんその働かなきゃいけないっていう前提はあるんですけど、ちょっとやそっとじゃそういう状況にならないんですよね。国がちゃんと保障してくれるんで。シングルマザーの手当とかも手厚すぎて、逆にイギリスなんかはシングルマザーの手当が手厚すぎるんで、無理やり子供を作って無理やりシングルマザーになってずっと遊んで暮らすみたいなことが問題になってるぐらい手厚いんですよ。この問題を一回置いといて、それぐらい手厚いと普通にお金の優先順位が相対的に下がって、そうなるとやっぱり環境のことを考える余裕が出るというか、だからこの国はお金の亡者なんではなくて、
お金を持ってない人に対する仕打ちがひどすぎるというか、なんでみんなお金を追っかけるしかない状態になって、先ほどお話しされたようなことが起きてるんだなと思ってて、じゃあなんでそんなことになってるのかというと、やっぱりそこは社会保障とか国の仕組みの問題になるので、じゃあその仕組み作ってるのが誰かっていうと政治家で、それ選んでるの誰かっていうと僕らになってしまうので、なんで最終的に投票行こうっていう話を一番させてもらってます。投票率と関係がある、相関性がある数字ってないと思います。所得？正解。これ年齢が有名なんですけど、年齢ももちろんそうです。もちろんというか、実際そうです。若ければ若いほどいかないですし、ご年配の方の方がいきます。でも、同時に所得がきれいに投票率と比例するんです。ご自分が政治家として立候補して、で投票率のその所得と比例する、年齢と比例するっていうグラフを見たときに、どういう政策を作るかって考えると、簡単じゃないですか。そうですよね。でもちろんおじいちゃんおばあちゃんが得することをやればいいじゃないですか。平たく言うと。だからよく政治の話をしたときに、もう全員一緒に見えるとか、もういい人おらんから入れる人おらんとかでいかないんですけど、そもそも自分の所得のゾーンとか自分の年齢のゾーンの人の投票率を上げるっていうだけで莫大な意味があるので、何でももう投票行こうっていう話をさせてもらってます。今長野に住んでるんですけど、山の中に家を建てて、で東京から引っ越して移住して、自分で野菜を育ててみたりとか、実はちょっとこの間鹿に食べられて全滅しちゃったんですけど、その話は置いといてとか、そういうちょっとお料理とかもなるべく加工食品を使わないように自分で調味料をいろいろ手作りしたりとか、そういうことをやっていて、で動画を作っていると、もちろんその共感してくださる方もたくさんいらっしゃるんですけど、なんかすごく余裕がないというか、時間的な余裕とかではなくて、お金的な余裕も経済的な余裕ももちろんあるけど、なんか心の余裕がない。なんかもう私はすごい手取りなんか10万円とか15万円とかそういう生活だから、そんななんかビーガンとか考えられないし、野菜とか高いし、っていうなんていうのかな、その自分の生活を見つめ直す余裕がない方って結構いるんじゃないかなっていうのをすごく、コメントを読んだりとか、その視聴者の方と、やり取りをしていく中ですごい感じているところなんですよね。だから本当ビーガンの問題だけじゃなくて、明日食えるかもわからない人に気候変動がって言われてもみたいなのはすごく感じる。そうなんですよ。だから多分投票とかも本当にそうで、その所得が高い人ほど投票に行くっていうのは、多分その心に余裕がある、生活に余裕があって心に余裕があるから、じゃあ政治とかそんなにその自分に、なんかアメリカの政治ってすごく自分で大統領を選んだりとか近い感じがするじゃないですか。でも日本の政治ってちょっと多分自分から遠い存在、何か自分の分からないところでいろいろ起こってて、なんかとりあえず国民のことをちょっとは考えてくれてるのかなぐらいの、少し遠い距離のところにあるものな気がしていて、だからその中でそんな遠いところにあることさえも気にできる人っていうのは、生活に余裕があって、所得が高い人だけみたいないう構図がちょっとできちゃってるのかなと思って、なので環境問題とかももちろんそうですし、食の問題、健康の問題だったりとか、だからそこにその心の余裕とかにすごく帰ってきちゃうのかなっていう気はするんですけど、ただ一方でその、心の余裕って金銭的な余裕と実は違うじゃないですか。なんか一緒に考えがちだけど、所得が低くても心の余裕を持つことって実はできるはずだし、その自分のできる範囲内で生活を見直すっていうこともできると思うんですよね。というか、投票率が低くなる国はどういう国かというと、やっぱり今おっしゃったみたいな、余暇が少なくて格差が大きい国と言われてます。本当に
余裕がない方がそういうことを考えたりするのって難しいですし、実際にお金もあって心に余裕がある方が選挙に行きやすいとか政治に関心を持ちやすいっていうのは絶対そうだと思うんですけど、それでも本当に余裕がないのむちゃくちゃ理解できるんですね、僕も。さっきの生い立ちの話で言うと、僕、家にすごい金額の借金があったんで、実家に。で、親父とお母さんが休んでるのが見たことないですし、僕も中学校の時に義務教育から学校辞めて働けって言われましたし、で、もう高校生、大学生ぐらいの時にはもう仕事4つ掛け持ちしてたんで、その心に余裕のなさは分かるんですけど、それでも本当に自分の命がかかっているかのように投票には行ってほしいですし、なぜかというと実際に投票には自分の命がかかっているので、ということを一人でも多くの人に投票に行ってほしいなと思って、本当に余裕がない方にそう伝えるのは酷なんですけれども、酷というかね、そのお気持ちはすごく理解できるんですけど、それでも投票だけは本当に言ってくださいってことはお伝えさせてもらって回ってますし、今本当におっしゃっていただいたみたいな、お金の余裕と心の余裕っていうのは比例するようで比例しないっていうのは僕もその通りだと思いますので、なんで逆にそういうお金の余裕がないイコール心の余裕がないになってしまっている人が心の余裕を持てるような、そういったなんか、お話じゃないですけれども、コツというかみたいなことも伝えていけたらなっていうふうに今お話をお伺いしてすごく思いました。よく言われるんですよ、環境に配慮したいんですけど、金がかかるみたいな。なるほど。ビーガンもそうですよね、ビーガンとかあと無添加とか、無添加とかオーガニックになると若干わからなくはないんですけど、環境の話で言うと一番環境にいいのって何も変わんことなんでわかるわかる。確か食うなとは言わないんですけど、いらんもん持ちすぎちゃいますっていう、なんか、に。そう言ってる人でも、本当にお金ない人の気持ちはめちゃくちゃわかるんです。うちもなかったんで、うちも本当に物買えなかったんで。でも言ってる人でもいらんもんめっちゃ持ってる人はすごく見たりするので、環境にいいものを選ぶ前に買うか買わんかの選択を先にしてほしいというか、いるかいらんかで考えた時にいらんもん周りに溢れてませんっていう、あとはなんか先入観で必要と思ってしまったりしている洗剤とか、あれもね、僕洗剤なんて一人暮らししてた時もなかったですし、そういうのもいりますかっていう、環境に芋を選ぶ時には金がかかるみたいな先入観やめて、まずいるかいらんかを考えてほしいってことはすごくお伝えしてて、そういったところが環境への負荷を減らしますし、逆にもっともっと心の余裕とかにも、長めで見たらつながってくるのかなとは思ってます。だからミニマリストライフスタイルともすごくつながってきて、物が少なければ少ないほど、物が多ければ多い方が豊かっていう風に考えがちだけど、実は物が少なくなるとすごいなんか楽になるんですよね。楽ですね、僕もこれは本当環境活動家やる前から学生の時からそうで、20歳の時にバックパッカーで40カ国回ったんですけど、東南アジア回った時は僕ウエストポーチ1個でしたもん。身があるそうなんだ、すごいですね。上下水着を着て、ウエストポーチの中にはパスポートとカメラと携帯と財布の4つだけ入ってて、で寝る前に水着を洗濯して、でハンガーにかけて裸で寝て、起きたら水着なんで乾いててっていうのを毎日やるだけっていうなるほど。で、なんかウエストポーチ1個だけなんで怪しいとか言って、大体飛行機税関入国検査止められるんですけど、いやいっぱい持ってるやつが怪しいよみたいな、こんだけしかないから怪しいことないよみたいなでも本当昔からそれはそうで、これはなぜかというと、物って増えれば増えるほど時間って減るんですよね。物を選ぶ時間も減りますし、片付ける時間も必要ですし、処分する時にもお金も時間も必要だったりしますし、確かに。っていうで、僕そもそもそれを買うために使ってるお金は時間を使って稼いでるっていう、4つぐらいいってこいてで、物って増えれば時間って減るんですよね。でも時間って命とイコールなんで、完全に。確かに1年って8670時間しかなくて、って考えたらもう100歳まで生きたとしても80万時間ぐらいしか生きれないのに、わざわざ自分の命を削る意味が分かんないんで、
確か僕は昔から環境関係なく物を持たないですね。に。物はストレスです。う物を持ん。たんことを続けた結果、最後、今はホームレスですね。家も邪魔です。今はホテル住まいって感じですか？どういう感はい、ホテル住まいです。じ？うーん。どっかのホテルにいます。うんうそもそも全国を講演して回らせてもらってるので、家を持ってたとしてもそこにいないので、ん。うん。最初は3月ぐらいまでドイツに家やったんですけど、その家賃もずっと日本から振り込んでて、うんう振り込ん。み手数料だけで1万取られたりとか、なるほど。で、もうアホやなと思っうんて、で、しかもうん。久しぶりに日本で家借りようかなと思って、ウィークリーマンション的なノリで入ったことあるんでうんすけど、6うん。月ぐらいですかね。7月かな。久しぶりに家を一瞬持って分かったのは、あれ、家って掃除と洗濯とか片付け自分でしなきゃいけないんですね。そう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 。そうなんですよ。気づいちゃいましたが。そうなんですよ。うん。あれ、めっちゃ時間の無駄とは言わないですけど、分業というか、うそういうのやってん。くれる方、ホテルでもそういうのやってくれる方がいるから、綺麗なバスタオルとかシーツがいつもあるんですけど、うん。分業っていう意味では、僕が本当にやりたい、一人でうん。も多くの人に気候変動の実態を伝えたいっていうことに、すべての時間と資源を使おうとした結果、その掃除とかは違う人にやってほしいっていううん。結論に至ったので、家はうん。持たないようにしてます。うん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 。偶然じゃないと思うんですよね。もともとそういうミニマリスト的な、生活をしていて、環境問題に興味を持って活動家になってっていうのも、なんか全部導かれていったところがあるのかなと思うので。おっしゃる通りですね。なんか、ね、よくスティーブ・ジョブズの有名なプレゼンで、すべての点は最後に線としてつながるっていう風な話もありうん。ますけれども、本当に今までやったことの中で何も無駄になってないというか、うん。なんかよく若い子に勘違いしたらあかんでっていうことを言ってるのは、うん。線でつながる前に、つなげる前にまず点は作ろうなっていう、うん。なるほど。人が多いなと思います。うん。何もしてないというか。うん。何もしてない人の何かをして残したものが点になって、うん。それが一見関係ないように見えてもいっぱいできていって、最後人生のどっかで繋がったりするっていうのがプうん。レゼンだと思うんですけど、うん。うん。そもそもその点を残してない若い子がすごい多いなと思ってうん。うて、なんかん。よう何もせえへん若い子に、何もせえへん悪いことじゃないですけど、自分の勝手なんうんで。でも何もせえへん若い子が、何々がないからできへんって言うんですけど、うん。いや、やってないからないんや、みたうん。いな。うん。なるほど。ないからやらんじゃなくて、やらんからできへんねやみたいな。もとうん。もと持ってるやつおらなくて、なんかやった結果できたんやっていううん。のはすごい言ってます。うん。ただその今おっしゃってる若い世代っていうのは多分10代とか20代とかの、方の話をされてると思うんですけど、ただそのヨーロッパとかを見るともうそれよりもっとなんか10代前半とかもう10歳以下とかの子どもたちが環境問題について声を上げて、もう大人たちが何もしてくれないから私たちが行動するんだっていうふうに、デモンストレーションをしていたりとか、そういう活動をしているっていう中で、やっぱりその子供だからできないとか若いからできないとか何々がないからできないっていうんじゃなくて、点を作っていくっていう意味でも自分ができそうだなと思ったことはとりあえずやってみる。でもちろん失敗もあるだろうし成功することもあるだろうし、そこからいろんなことを学んでいってどういうふうにつながっていくかっていうのを、ある意味ゲーム感覚というか楽しみを持って、なんかこれやらなきゃどうしようっていうふうに考えると、やっぱりストレスに感じて重たくなってくるっていうのがあると思うので、なるべく環境問題についてももうこれ以上進んでいったらもう地球が崩壊してみたいな暗い気持ちにならずに、じゃあ自分が何をしたらもしかして地球全体の、地球全体にすごい変化をもたらすことができるかもしれない。自分が一人何か行動するだけでっていう、なんていうかな、ちょっとワクワク感を持ちながら取り組んで見ていただければななんていうふうにも思うんですけれども。
めっちゃ思います。なんうか、ん今の本当ゲーム感覚とおっしゃったのが、僕もちょうど昨日大学生の2人にいろいろお話し会の後に質問をしてもらって、うんで、なんかね、難しそうなことを言うと、すごく悲壮な顔になったように見えたんですけど、うんうんすごい思うんですけど、その子に、マリオブラザーズのゲームしたことあるって聞くと、マリオってあるじゃないですか。あのゲームしたことあるんですよ。あのゲームで例えば、クリボーっていう敵が出てこなくて、うん穴もなくて、まっすぐ走ったらゴールできたら、そのゲームやるかっていう。うんなんでゲームやったら、ある程度の難易度とか、難しくないと面白くないと思うのに、うんなんで実際に人生になったら、難易度に悲壮感を覚えんねんみたいな。う思んないんやんけ、簡単やったらみたいなのは、僕もゲーム感覚っていう意味ではそういう話はさせてもらってるんで、本当に今お伺いしてて、おっしゃる通りだなと思いました。うんなのでまあ若い人に限らず年配の方とかもとか私たちのね世代30代の世代の方とかも、それぞれの世代の中でそれぞれの人生の地点の中で今この動画をご覧いただいていてこのトークをご覧いただいているっていうのは何かきっと意味があるはずでその、動画をこう受け止めて内容を受け止めた時に何をするかっていうのはもうその今この瞬間に決められることで何か一つはできることがあるはずなので皆さんにこうビーガンになってくださいっていうことではなくて、今日のトークの内容を聞いて知らなかったことが学べてよかったっていうだけでもいいですしやっぱ知らないっていうことが一番危険だと思うのでとりあえずその知識を身につけることそして、自分のできるところからいろいろと行動していくことで自分の人生を少しずつコントロールしていってそして、心の余裕っていうものを自分で作っていくお金に任せるのではなくて自分で何か行動することによって人生を変えていくっていうことをしてみていっていただければなっていうふうに思ってきました。とにかく楽しむことですよね。うん、そう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 なんか、楽しく。はい。要はこういう問題に関心向いてる人ほど、すごく選ぶものがなくて、もうしんどいですとか、うんこれを選んだら環境に負荷与えるんじゃないかなとか、なんかもう、すごいこう、悲壮な顔をして質問してくれる人がいるんですけど、うん環境に負荷を与えやん方とかじゃなくて、自分が気持ちいいと思えるものを選んだら、ポジティブに折れるんじゃないっていう話をしてて、うんこれはもちろん今おっしゃったみたいな、まず知識としてあることが前提で、でも知識としてあれば、この牛肉っていうものは、アマゾンを思いっきり燃やしている原因になっているだったりとか、パームオイルっていうものは、インドネシアでオランウータンの住処を奪っているとか、そういったで実際にこう体にもすごく悪いとか、牛肉日本で流通している牛肉なんてもう1980年代からヨーロッパではホルモン剤薄すぎているので輸入禁止してますし、でこの添加物この着色料はタール系の色素っていうのはもう発がん性が認められてるんで日本では使われてもヨーロッパとか他の国では禁止されてるとかそういう事実を知った上でじゃあそういうのを踏まえた上でほんまに自分の心に聞いた時にどっち選んだ方が気持ちくうんなんか心地よく折れるかってうんういうんことを軸に選んだらそんな悲壮な感じにならなくてもええんちゃうっていううん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 選ぶも最終的に一緒だとしても選ぶアプローチが違うというかなんかどっち選んだら自分気持ちいいってうんうんうんいうのが僕こう選択するときに心は楽に入れるんじゃないかなっていうこれは地球環境にとかこれは健康にじゃなくてどっちが気持ちいいっていううんうんでも気持ちいいかどうかの前に今おっしゃった通りで本当に知ってるってことがまずないと、ね、危険ですしもったいないなと思いますよね。確かにね。知ってしまったらやっぱ大体の人はどっち選んだら気持ちいいかって大体答えもう出てるはずなんですよね多分。うんうんそう思ってます僕は。寝る時にそして朝起きた時にどれだけなんか自分に対して気持ちよくいられるか、なんか自分の人生を誇りに思えるかどうかそれは、皆さんの選択にかかっていると
思いますのでぜひ、あまり深く考えずに深くじゃない重く考えずに、どんどん深く考えていってほしいんですけど、重く考えずに楽しくそうね、自分が信じた道を進んでいっていただければと思います。今日は、環境活動家の谷口隆久さんにいろいろとお話をお伺いしていきました。なんか環境問題を通り越してというかの枠をね飛び出ていろんなお話をさせていただきましたが、どうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。すごく楽しかったです。もうぜひよかったら谷口隆久で、インスタの ID は、アルファベットで高久_谷口で、谷口隆久普通に調べても出ると思うので、インスタグラムとかでつながってもらえたら視聴者の方はすごく嬉しいです。夏木さんなんかお話してて勝手にすごく相性の良さっていうとちょっと失礼ですけど、こう感じてるんで、またなんかもし、ぜひぜひ、だったら第2弾とかもやってもらえると、また視聴者の方とかのご意見も踏まえながら、もしできたら嬉しいなと思ってます。また長野公演が10月の頭ぐらいにあるので、もしよかったら、そうなんですね。じゃあ、教えてください。谷口さんの情報、アカウントとかの情報は概要欄にたくさんじゃないや、ちゃんと書いておきますので、皆さん谷口さんの活動とかフォローされたり、あと YouTube チャンネルもありますので、公演の様子を見てみてください。で、最後に、谷口さんの講演の中で私すごい刺さった言葉があったのでご紹介したいと思うんですけど、いろんな貧困問題とかが世の中に、地球の中にあるっていう中で、じゃあどういうふうにしてったらいいのかっていうのを、研究しているとか勉強している学者さんが言った言葉で、みんなが一人一人が自分のために、そして、周りの人たちのためにもうちょっとだけ、少しだけ優しくなることができたら、この世界はもっともっといいところに変わっていくだろうっていう言葉を皆さんにお伝えして終わりにしたいと思います。皆さんご視聴どうもありがとうございました。そして、ありがとうございました。来週は、またビーガン特集ということでやっていくんですけれども、来週は健康について、よく皆さんが、疑問を持っているビーガンと栄養学であったりとか、健康問題じゃない健康について、またエクスパートの方、スペシャルなゲストさんをお呼びして対談していきますので、どうぞお楽しみに。また来週ぜひ動画を見に来てください。どうもありがとうございました。では、ありがとうございます。See you next time.